重っ。新しいバッテリーと 2000W インバーター。エブリィのサブバッテリー。エブリィには今 200Ah のリタイムのリチウムイオンバッテリーが積んであるんだけど、今回これ新しいのいただいたんだけど、320Ah で大きさが多分元より小さくなってるっていうやばいやつ。エブリィのサブバッテリーが進化すると。よいしょ。はいはいはい。20何キロかあんだろう。320A は 12.8V。Bluetooth 機能が搭載されてるらしい。アプリと連携してなんかできるんだな。200A、2500W 使える。パワーアップするんですよ。今積んでるエブリィのサブバッテリーは 1000W までかな、出せるのは。だからインバーターも 1000W のインバーター使ってたんだけど、1000W だとね、ケトルとホットサンドメーカー同時に使えないんですよ。そういう家電の制限があったんだけど、今回これにすると、その制限が取っ払われる。で、かつ、大きさが小さくなって容量が増える。こういう素晴らしい製品はどんどん取り入れて使っていきたいです。同梱物、ボルト、使用開始ガイド、製品マニュアル。絶縁して安全第一で作業してくださいと。出荷時はバッテリーの残量30から 50% になってます。使用する前に満充電してくださいと。ポタ電だったら別にそうでもないんだけど、こういうそのままのバッテリーの扱うときは、使用に合ったケーブル、ヒューズ、安全装備使って安全に設置の作業とかをしないと、車両火災とかにも直結する代物なんで要注意です。そういうのがここにまず書いてあるんですね。製品マニュアルはこれ取説だね。サイズが気になるよな。38.4 センチ。ここが194ミリ。248ミリ。ざっくり仕様を紹介すると、リン酸鉄のリチウムイオン電池。高充電サイクルがね、4000回以上これ使える。4000回って言ってもなんか途方もない数字だけど、使う頻度とか使い方にもよって変わるから、それは何とも言えないけど、かなり使える。最大継続負荷パワー 2560W。ドライヤーと電子レンジ同時に使ってもギリ大丈夫なぐらい。そんなのやんないけど。充電温度範囲は0度から50度。放電はマイナス20度から60度。今エブリィに積んでるのはヒート機能がついてて、ヒート機能っていうのは氷点下になった時にバッテリーが自分自身が温まって適正温度に自分でなるっていう機能がついてるんだけど、今回はそれがついてないです。ただその代わり低温充電保護機能がついてるので、氷点下になった時に充電は止める保護機能がついてるんで、無理に寒いところで充電して電池が劣化するっていうことは防げます。ただマイナス20度から放電できるんで寒い状況でも使える。ただ充電が寒い間は止まる。俺でもね、これで正直十分な気がする。ヒート機能がなくなった分小さくなってる。俺これが正解な気がする。でちなみに充電再開温度は5度。氷点下の間はずっと充電を止めてて、5度以上になったら充電を再開すると。説明書には3ヶ月ごとにリチャージするとか、直列並列のつなぎ方、推奨ケーブルサイズ。これめっちゃ重要。基本的には俺の場合はバッテリーだけ変えて、インバーター変えるときにインバーターについてるケーブルをつなぎ替えれば大丈夫のはず。また他にもしかしたら合わせて太くした方がいいケーブルが配線の中にあるかもしれない。ケーブルって許容電流が太さと種類ごとに決まってるんだけど、許容する電流を超えた電流が流れちゃうとケーブルがキャパオーバーになって燃えたりして、そこから車両火災になることがあるんで、そこだけは要注意。想定される負荷に合わせてケーブルの太さをちゃんと選んでくださいと。例えば 150A 流れる想定の場合は 1AWG 使ってくださいとか、何アンペア使うかっていうのはどんな家電を使うかによって変わってくるんで、それは人によるって感じです。エブリィだったらこれからこれ 2000W のインバーターつけるんで、 2000W12 で割ると166A ぐらい流れる可能性があるんで、 160A 流れてもいいケーブルとヒューズをつける必要があります。これっすね。今ついてる 200A のセルフヒーティング機能付きの、バッテリーです。で、インバーターは 1000W のインバーターここについてるんだけど、インバーターとバッテリー今回交換していきます。よいしょ。これ並べてみると一目瞭然だな。これがもともと積んでたやつ。これがこれから積むやつ。
20センチ。ここの幅も1センチぐらい小さくなって、高さの違いだけ3センチぐらいあります。長さが15センチぐらい短まってる。めっちゃ小さくなってる。で、容量が 1.2、3倍ぐらいに増えてる。インバーターも外していくと。これバッテリーにつながってたプラスマイナスなんだけど、これも一回り太くしないといけないっすね。インバーター、これ2000に変わったら 2000W が結局バッテリーから出ていくんだから、バッテリーから出ていくケーブルもめっちゃ太くしないとダメです。で、インバーターからつながってるケーブルがこれだね。ちなみにこれはバスバーって言って、ケーブルが多いから端子1個だと足りないんで、端子を増設するためのやつっすね。これもリタイムなんだけど、バスバー 300A まで流れるから大電流でも使えると。俺の場合はプラスとマイナスどっちもバスバーを使ってます。この全部のケーブルをバッテリーの1個の端子につなぐともう無理になっちゃうし、ボルトに負荷がかかって危ないんで、このバスバーあった方がいいです。ついでに言うと、走行充電器もリタイム。で、これ一応ソーラーもつなげるんだけど、俺はソーラーつながずに走行充電1本でやってんだけど、全く何にも問題ないです。で、ここに、モニターとかつけて残量チェックできるようにしてます。この電気系統を作るの動画も、達夫旅チャンネルも上げてるんで、もしよかったらそっちもチェックしてください。1000W インバーター外れました。やっぱインバーターにはケーブルがついてる。モニターがついてんだよ。これを車内に置いといて、ここでインバーターのオンオフができるってことか。エブリィだったら使わないから、キャンピングカーとかだったらこれあるとめっちゃいいかもね。驚きなんだけど、インバーターで言ってる普通コンセントだけなんだけど、リモコンポート、USB-C と USB-A がある。仕様は 2000W、入力が 12V、出力は 100V、長さ 354mm、横幅 188mm、高さが 100mm。1000W から出力は倍になってんだけど、大きさは全然倍じゃなくて、一回り大きいぐらいの感じ。んで、こいつの正体が、高出力 AC 端子っていうらしい。取説の最後にトラブルシューティングのエラーコードと解決策がまとまってる表があります。補足がありまして、リタイムのインバーターっていろんな保護機能がついてて、過負荷保護っていうのがあるんで、俺はこれを信じてヒューズをつけてないんだってのを今思い出して、DC 入力ケーブルにはヒューズ及びブレーカーを取り付けることをお勧めしますって書いて、お勧めしますって書いてあって、必須、必ずつけてくださいではないんで、今回もバッチクにします。っていうのと、設置場所が結構重要で、DC 側及び AC 側から最低でも25センチのスペースを確保してください。AC 側っていうのがこのコンセントついてるところで、DC 側っていうのがこっちのケーブルつなぐ方なの。こっちとこっちに25センチ以上スペースを用意してくださいと。要は換気をちゃんとできるように。よく見ると穴がいっぱい開いてて、こっから空気吸って、こっから暖かい空気出すっていうファンがついてるんで、大容量の家電とか使ってるとインバーターって結構熱くなるから、設置場所はその換気がちゃんとできるように選ぶ必要がある。あとはバッテリーにできるだけ近いところに設置してください。配線の基本は太く短く。特にインバーターの場合はそれが重要ってことですね。この組み合わせからこの組み合わせに乗せ替えます。インバーターに付属のケーブルはこれ使えばいいはず。バッテリー側のケーブルが手元にあるのが60スケアの KIV と22スケアの KIV なんだけど、22スケアの KIV でいいかな。これ 160A まで流せるやつだから。160ってギリだな。俺の場合このインバーターの回路以外にも DC12V の照明とかシガソケ冷蔵庫とか使う配線もあるんで、インバーターと同時並行でこの DC の回路が使われる可能性があるんで、インバーターの 2000W 使ってさらに DC で 100W ぐらいかな使う可能性はあると。その場合22スケアのケーブルだとキャパオーバーになる可能性がゼロではない。1800W とか 1500W まで使う家電を自主制限できれば22スケアでも問題ない。60スケア使えばほぼ心配はなくなるんだけど、60スケアってもう太すぎてこの中でのケーブルの配線の取り回しがもう無理になっちゃう可能性があって、それだけがちょっと怖い。
2本で1本になってんだ、これ。まずこれを当てはめてみて、こうっすね。この走行充電器が近い。走行充電器 OK。このインバーターのプラスとマイナスを繋いでいくんだけど、これをこうすれば密着するから。密着することが重要なんだよね。よし。で、今、インバーターの配線は完了。バッテリー用の配線が、プラスだけ完了してると。マイナスが、この細いのを、この22スケアに変えます。22スケアに今、変えました。で、あとはバッテリーを設置して、これを繋いで終わりなんだけど、その前にインバーターを固定したいんだけど、インバーターの、この、使う穴はこのままで大丈夫そう。4つコンセントさせるし、スイッチもここでオンオフできると。吸気の隙間空いてるし、排気側も、ケーブルとかはあるけど、壁が迫ってるわけじゃないんで、このクリアランスも問題なさそうです。完璧っすね。高さは前より高くなるから、バッテリー側に長物はもう積めなくなる。長物はこっちだね。繋ぐときは一応プラスから、外すときは車のバッテリーやるときの癖でマイナスから外すようにしてます。付属してたボルト。面白いのはここについてるワッシャーがスポスポ抜けるようなワッシャーじゃなくて、回して取る感じのワッシャーな。強すぎず、緩まず。こんぐらいかな。よし。よし、完成。通電してモニターがついた。200Aになってるから、この設定を320に変えないといけないです。マジックテープを貼って、ずれないように。走行中にこう、左右にガンガンとかずれたら危ないから、こんな感じで貼りまして。これで横ずれがなくなると。ここに隙間がある分、この辺にスイッチつけても何も干渉しなくなるから。なんならこのポンプも中に入れちゃってもいいぐらいだな。OK。動作確認をするんだけど、まずインバーター。これでオン、オフ。できるようになってて、12V の回路の方は、これがオームの電源なんだけど、これとか、照明とか、FF ヒーターもちょっとつけてみようか。試運転も兼ねて、ざっくりは問題なさそう。で、ちょっとインバーターだけ、インバーターから延長コードつないで、インバーターオンの状態で、ちゃんとインバーター動作してます。ヒーターも問題なく稼働してると。ここについてるこのタイプ C もちょっと確認しとくか。ちゃんとついてますね。ここにしたら、これインバーターオフにしても、これ使えるの？オフでも使えるんだ、ここのタイプ C は。走行充電できるか試してみる。今かなり寒いから、もしかしたら低温保護で充電できないかもしれないけど。来たね。来た。走行充電。バッチリです。普段車中泊で使うケトルとホットサンドメーカーとゆで卵作り機。これ 700W ぐらい。これも 700W ぐらい。これは 300W ぐらい。トータルで 1500〜600W ぐらい問題なく使えれば OK ですね。ちょっと多めにやってみよう。こいつは別枠でこうしよう。オンして、じゃあこいついくか。これは13分。スタートがね、バッテリー残量 64%。でもすでに 1kW 使ってんね。ここからさらにこれもやってみます。で、さらにトースターもね、これがやりたかったんですよ。どうや 1.6kW。ケトル、トースター、ゆで卵機、全部同時に使えるわ。ファンの音はかなり鳴ってるね。インバーターの奥は物を置かないで隙間があるので通気は十分されてるはず。この上も空洞になってるからみちみちの密室でもないです。
特にバッテリーが熱くなったり、インバーターも本体が熱くなってる感じは今のところない。コピールアップ。多分お湯ができた。61% になって335ワット。こいつだけだね、今やって動いてるの。すげえわ。パンもちゃんと焼けてるね。エブリィが完全体になったかもしれない。ホットサンドメーカーとケトルの同時使用、本当にできるようになった。最後までご視聴いただきありがとうございます。リタイムのバッテリーについて詳細は概要欄をチェックしてください。また2026年の4月1日までリタイムの釣り投稿キャンペーンというのをやっています。参加するだけで 12% オフのクーポンをゲットできるので、ぜひそちらも概要欄からチェックしてください。そしたらご視聴ありがとうございました。